今回の動画は完成形からご覧いただきます。こちらの机の上にも置ける超小型のデスクトップビオトープ、流木を使わずに石と水草で小さな癒し空間を作っていきます。はいどうも、ビバです。皆さん、癒し足りてますか？最近はリモートワーク減ってきたかもしれないんですけど、例えば自宅のパソコンの前で事務作業してる時、なんかパソコン周り殺風景だなっていう時に観葉植物とか飾ってる方は多いと思います。もちろん観葉植物もすごい素敵なんですけど、今回はとても小さな水槽を使って机の上にちょこんと置けちゃう癒しの水槽を作りたいと思います。もちろんこんな小さな水槽なのでメダカ1匹、エビ2、3匹とかそのくらいなら飼育できそうなんですが、一応今回は生態は入れない前提で机の上にも置けちゃう超小型癒しのビオトープを作っていきたいと思います。ちなみにちょっとパッと見て気づいた方いると思うんですけど、ここにあるろ過器と LED ライト両方とも USB なので、例えばこういったモバイルバッテリー、これで駆動させることもできちゃいます。なので会社が許せば仕事場の机の上にも置けちゃう、とても場所を選ばない超小型のビオトープ、ぶっつけ本番で作っていきたいと思います。それでは早速使うもの紹介をしていきます。それでは今回使っていくものを紹介します。ちなみに今回使うもので主なものは下の動画説明欄に商品 URL ありますので、この動画見終わったらぜひチェックしてみてください。まずは水槽ですね。ビバーカーは小さい水槽好きなんですけど、こちらはジェックスクラステリアフィット200ロー、幅が 200mm、20センチですね。奥行き10センチの高さも10センチ、とても小さい水槽です。これぐらいなら机の上に置けるっていう人多いんじゃないでしょうか。そしてさっきもちらっと出たんですが、ろ過器、これは USB タイプのろ過フィルターで、ジェックスのピコロカ、今買うならピコロカハイの方がお得かもしれません。こちら中にスポンジ入るんですけど、今回は使いません。そして LED は寿のビーンズ、こちら白と黒があるんですけど、今回は白を使っています。こちらも USB なんですけど、とても明るい LED ライトです。ちなみにこのモバイルバッテリーはダイソーです。今回は特に使いません。そして水槽の中に使う定床、水槽に敷く砂ですね。今回2種類用意していて、まずこのピコロカの網目に入らないような大きめの砂、もう砂と呼べるサイズではないんですけど、溶岩砂、溶岩石になるのかな、とりあえず粒サイズが1センチ未満の溶岩石を砕いたようなもの。そしてこちらはケーサの中目、こちらも合わせて使います。そしてレイアウト素材、こちらの風山石をいくつか使います。お好みに応じてっていう感じなので、好きな石をチョイスしてください。あと水草ですね。今回ビオトープ風なので、水草というよりは中水植物、シラサギカヤツリと長葉オモダカ1株使います。そしてなんか雰囲気出したいのでショートヘアグラス何株か使います。今回作る水槽が高さ10センチ、定床仮に5センチ敷いたとしたら、水深が取れても4センチぐらいになっちゃうので、浅い水深でも問題なく飼育できる水草だったり中水植物選ぶと良いと思います。今回は実はメダカの水槽をリセットしたので、それの余り物ですね。ちょっと使うの先になるので、湿らせたキッチンペーパーで潤ってくれ。一応レイアウト素材としてこちらのフェイクの流木も使います。これはジェックスのボトルウッド S と M、 どんな感じで使うか、もしくは使わないかもわからないんですけど、これも用意しておきました。では作っていきましょう。作業中はちょっと喋るか無言でやるかわかんないです。ぶっつけ本番なので、どうなるかヒヤヒヤしながら作っていきたいと思います。ではやっていきます。今回ろ過器ピコロカ使うんですけど、ピコロカちょっと高さがあるので、これ設置するとその上って水草植えられないんですよね。なのでピコロカの上はこういった石を乗っけるスペースになります。それを想定してピコロカの位置を考えるんですけど、この辺妥当かなと思います。そしてピコロカ結構コードが邪魔、本体の上からコードが出るタイプなので結構コード暴れます。今回は本体にぐるっと巻きつけてなんとか押さえつけてるんですけど、こういった使い方は本来あんまり良くないかもしれません。あと塗水パイプは斜め上になっていて、定床からパイプが顔を出すようにしています。喋るか分かんないと言いつつめちゃめちゃ喋っている。
とりあえずこんな感じで、まず低床溶岩石、これはそんなに厚さはいらないかなと思います。ピコロカのベースフィルター、丸いところがちゃんと隠れるように、あと正面から見えてしまうので、見える石は選んだ方がいいかもしれない。この溶岩砂本当は全部黒なんですけど、たまに赤いのとか混じるので、見た目気にする人は最前列に来る溶岩石は綺麗なのを選んだ方がいいと思います。そしてケーサーを入れていきます。多分これを入れるともうフィルターとか動かせないので、フィルターの位置だったりコードだったりパイプ、これらをこの段階でしっかりと固めます。ではケーサーを入れていきます。敷き分けについてどうやってたのに結局ケーサーが下に入っちゃうっていうとても悲しい結末です。忘れてた。これせっかく用意したのに。これを今回埋め込みながら使いたかったんですけど、ちょっと掘り起こすか。ビバークはペルコの時もそうなんですけど、埋め込む系をすぐ忘れちゃう。こんな感じで流木が飛び出すように配置をしました。このボトルウッドシリーズは天然の流木みたく形が不揃いということはなくて、 S なら S、M なら M で売ってるものは全部同じ形をしています。今回ボトルウッド M 使ったんですけど、完成イメージこんな感じになります。それでは水草を植える前に水を入れます。皆さん今信じられないこと起きたんですけど、なんと録画ボタンを押すの忘れてました。びっくり。一応その失われた時にやったことはレイアウトのちょっと変更と水草植栽、ほぼ完成までやったんですけど、いや恐ろしいですね。一応レイアウト上から見るとこんな感じです。そしてこれから植栽をしていくんですけど、画面の上の方が水槽の後ろ側ですね。後ろ側、このエリアには背の高い白鷺カヤツリを植えたいと思います。そしてこの辺りには一株だけある長葉モダカ、そしてこの石と流木の周辺にはショートヘアグラスを植えていきます。今回は録画ボタンは大丈夫。いや恐ろしい、本当に恐ろしい。では長葉モダカ、はい、上から見るといいですねっていうのをさっきも言いましたね。一応この水槽小さいので正面から見ることもあるとは思うんですけど、上から見ることも多いと思います。こういった葉っぱの広がる植物、見栄えがいいですね。そして左後ろに背の高い白鷺カヤツリ、本当はこれも見栄えの良くなる方向とか考えて植えた方がいいんでしょうけど、ビバーカーはそんな技術を持っていないので適当に植えていきます。小さい水槽なので失敗してもすぐやり直せるのがいいですね。皆さんも肩肘張らずに気を抜いてやっていきましょう。こんな感じかなちょっと上から見ると若干ダラーンとしてますね。そしてショートヘアグラスを植えていきます。ショートヘアグラスは清涼感があっていいですね。まばらに配置した小石の裏側とかに植えるとちょっと雰囲気出ますね。ショートヘアグラス植えた後に石を移動させるのもありかもしれない。これで植栽完了。では LED ライトを設置して実際にろ過フィルターを稼働させてみます。さあそれでは LED ライトもセットしたのでろ過フィルターを動かします。スイッチオン。危ない危ない危ないちょっと待って危ね危な。こんな強いか。危ないですね。さすがにこれはまずいですね。癒しとは程遠い。今ここに塗水パイプがあるんですけど、結構な勢いで水が出ています。ただピコロカは USB で駆動するので、実はこういった流量を調節するスイッチが使えます。これはパソコンのファンの風量を調節するコントローラーなんですけど、ここのスイッチで強と弱、あとオンオフもできます。これをつないであげるとピコロカの流量が調節可能になります。じゃあピコロカをつないで流量コントローラーの USB をつないで、さあこれでまず強、強は変わんないですね。では弱、ちょっとまったりなったけどこれでもまだ強いかな。あとはもうこの塗水パイプを石で塞いじゃう。こんな感じで塗水口に石を乗せてあげると塗水の水流が分散されて水の勢いを抑えることができます。一応これで完成ですかね。そうバックパネルに半透明の下敷き、これをいい感じのサイズにカットしたものを貼り付けています。貼り付けるというか LED がクリップタイプなので
背面に挟み込んでるっていう感じですね。この下敷きは Amazon とかだとグラデーション下敷きとかも売ってるので、お好みに応じていろいろとバックスクリーン選ぶことができます。これもこの小さな幅20センチという水槽ならではのバックスクリーンの使い方。真っ黒が良ければ黒い下敷き、青が良ければ青い下敷き、グラデーションが良ければグラデーションの下敷きとかいろいろと使えます。ではこちらの出来上がった水槽を見ていきましょう。というわけで完成した卓上におけるビオトープがこちらです。どうでしょうか。小さい割にはすごいいい感じにできてるんじゃないかなと思います。左にあるのがエコーショー5、そしてこれはロジクールの小型のマウス。こうやって見るとこの水槽がいかに小さいかがわかると思います。今はビオトープらしさを出すために演出としてメダカを3匹入れています。実際に魚を飼育する場合はメダカ1匹ぐらいが適量かとは思うんですけど、しっかり底面ろ過も効いているので、もしかしたら3匹いけるかもしれません。ただ無理して生態を飼育するような環境ではないかなと思います。飼育される際は自己責任でお願いします。では改めてこの水槽をじっくり見ていきます。サイズは幅が20センチ、高さと奥行きが10センチの超小型水槽。低床は溶岩石の上に珪砂を敷いています。ろ過フィルターはこの中にピコロカが埋まっていて、十分な底面ろ過効いていると思います。水深は約4センチぐらい、ほぼ浅瀬状態のビオトープですね。植えてる水草はショートヘアグラスと、後ろの方にはシラサギカヤツリ。ちょっとまだ状態は良くないですね。頑張ってキープしたいと思います。そして右側には長場モダカ。この水槽はジオラマチックな感じなんですけど、これだけちょっとでかいので結構ちぐはぐな感じ。これはなくても良かったかもしれないですね。そしてサンショウモを一つだけ浮かべています。これはビオトープといえば浮き草。ただこの水槽上から見ることも多いので浮き草がワンポイントになってきます。そしてレイアウト素材は主に使っているのは風山石。そして冒頭では流木を使っていないと言ったんですけど、あれ流木入ってるじゃんみたいな感じに思う方もいるかもしれない。これは制作途中でも紹介した通り、ジェックスさんのボトルウッドフェイクの流木です。素材としてはポリレジン、生の流木ではないので水カビとかも生えないし、同じ形のものを購入できるので今回のレイアウトも再現性高いと思います。一応メダカはコハクラメミユキだったはずなんですけど、我が家で繁殖した個体かな。ちょっとよくわからないメダカです。 LED ライトは寿のビーンズ USB タイプの照明でとても明るいです。こんな感じで作った超小型ビオトープ、机の上のちょっとした癒し空間になっています。というわけで今回は机の上にも置ける超小型ビオトープ、ぶっつけ本番で作ってみたんですが、いかがだったでしょうか。一応注意事項としては、当然水槽なので何かの拍子に水が飛び出ることもあるかもしれません。例えば今回で言うと塗水口に石を乗っけて水を抑えてるんですけど、何かの拍子に石がずれて水が周囲に飛び散るかもしれません。それがノートパソコンとかにかかったりしたら結構大変かと思うので、設置場所や管理については自己責任でお願いします。今回制作に使った水槽とか照明、ろ過装置、素材とかは下の動画説明欄に商品リンクを載せておきます。もし同じようなものにチャレンジしたいっていう方はそちらをチェックしてみてください。というわけで今回の動画は以上です。もし今回の動画気に入ってくれた方、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。